皆様こんにちは。今日のお酒のお話はビールから見た日本酒です。ビールから見た日本酒といいますか、ビール作りと日本酒の作り方、これ実は非常に似ているんですね。皆さんビール工場に見学に行ったことはおありでしょうか。割と近くにビール工場があるという方はそこによく行かれてると思うんですね。楽しいですよね。いろいろ見て回って最後は美味しいビールを飲んでというもうビール好きにはたまらないパラダイスでございますけれども、そういうところに行ってビール作りを見学されると、あれ日本酒の作り方に結構似とるなというふうに思われると思うんです。どちらも穀物から作りますし、アルコール度数はビールははるかに日本酒よりも低いですけれども、いろんなタイプのビールができていますし、そういう意味では作り方をずっとつぶさに見ていくとかなり似通っているということなので、ビール作りをよくご存知の方は日本酒の作り方を見たときに、ああビールの作り方と似てるねというふうにすぐ見ていただけることと思います。ところが決定的に違うポイント、これが2つありまして、1つはですね、ビールの場合大麦を使って甘い味を作っていく際に自らの肩に乗っかっている麦芽を使って甘みを作るんですが、その時に結構熱くするんですね。温めるんです。麦のジュースを。で、麦のジュースを温めると麦芽が春が来たと勘違いして、そこの中にあるでんぷんを甘くしていくというような、そういう現象が起こるんですね。で、どんどん甘みが出てきます。で、これを全部やるんです。原材料の大麦すべての材料を全部甘くしちゃうんですね。で、その温めた後にかなり温度を上げて、煮沸殺菌をしながらホップを入れていくということをやるんですが、この甘みが出た後に加熱をするというところがポイントで、これを日本酒はやらないんです。日本酒の場合は麹菌を使って甘い味を作りました。これは常に低温で置いとかれます。絶対温度上げません。そしてそのまま発酵タンクに入れて、お酒作りを低温でまた行います。すなわちお酒が出来上がってしまった後に品質保持のために加熱処理をすることはありますが、お酒を作る前段階で加熱処理をするということは日本酒はないんですね。そうするとどういう違いが出ると思われますか？ここで加熱殺菌をしないということは、甘い味がついている状態で加熱をしていないわけですから、色と香りがつきにくいんですね。加熱による色と香りがつきにくい。ビールとか、例えば紹興酒とか、とても豊かな色合いを持っています。この色合いは熱が加わった結果ですよね。で、色とか香りが出るということは、個性が出るということでもありますが、違う方向から見ると、それは個性の幅が本来これぐらいあったものをこういうふうに狭めている、集中させているということでもありますよね。これは別に悪いことではないんですけれども、ビールの味わいの幅というのはこれぐらい。そして紹興酒というものはもう少し高い温度でやったり長くやったりするということもありまして、かなりまた味わいの幅が明確になってきますよね。ところが日本酒というのは加熱をしないおかげで非常に幅の広い味わいを表現できるということなんです。でもこれも裏返しから見ればあんまりにも広すぎて、同じ純米酒と言いながらもう全然違う味があるではないかと。純米酒というのは一体どういう味わいが本当の純米酒なんだというご質問が出てきます。これが純米酒の典型的な個性ですっていうのはありません。それぐらいに日本酒の味わいというのはいろいろな表現ができる。これはその加熱殺菌を行っていないおかげであるというふうに言えるわけですね。で、もう一つの違い。これは先ほど見たように甘みを全部一切合切作ってやるお酒とは違って、日本酒の場合全部使う総体のお米の量の 20% しか実は麹菌を使って甘く最初にしないんですね。麹室という特別なお部屋の中で行う作業は全体の量の 20% です。残りの 80% はでんぷんのままで発酵タンクに入れます。そうすることによって麹の出した酵素が麹室だけではなくて発酵タンクの中でも働いてくれて徐々に甘みを作ってくれるわけです。で、麹菌はその時にいろいろな物質を出してくるんですが、酵母に役立つとある物質を出します。で、そのとある物質の助けを借りることによって酵母菌はアルコールに対して非常に耐性を持つんですね。
で普通、アルコールをどれぐらい酵母菌が作れるかというと、16度ぐらいが関の山なんですね、普通は。ワインなんかで最高のアルコール度数が出ましたっていうと 15.5 とか16度ぐらい。もうそれ以上になると酵母菌が疲れてきてワイン作りができなくなる。いくら甘みが周りにあってもワインはそれ以上アルコール度数が上がらないっていうのが常識なんです。ところが日本酒は軽く17、18、19度までいきます。発酵だけでそこまでいくのは麹菌の出してくれる特殊なタンパク質が酵母の膜の周りを保護してくれてアルコールに対する耐性を高めてくれるから、これでアルコール度数が飛躍的に高くなる。そのおかげで日本酒の保存が容易になってきたという、そういう経緯があるわけです。温度管理が今できますから、かなりアルコール度数の低いお酒でも置いておくことはできますけれども、瓶に詰めればまだ別なんですけども、瓶詰め前の生酒でもし置いておくということになると、かなりアルコール度数は高い方がいいわけで、そのアルコール度数が高ければ高いほど、お酒の品質を瓶詰め前にかなり保持できるという考え方が昔からあったわけですね。それで日本酒というのはできるだけアルコール度数を最初上げておいて、で出荷の時にアルコール度数を飲みやすい度数まで調整するという文化が出てきたわけですが、今はいろいろなテクニックがあったり、衛生の管理も昔とは比べ物にならないぐらいにしっかりとしていますので、そういった意味では今後いろいろなアルコール度数の低いアルコール度数のものがあったり高いものがあったりといろいろなパターンのものがもっと豊かなバリエーションで出てくるんじゃないかと思います。今ですらすごくたくさんのお酒の種類があるわけですから、今後もまたもっともっといろいろな楽しみが増えてくるっていうふうに期待しておいてください。